こんにちは、ちいえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は老犬についていろいろ知ることができて、とても勉強になったよ。前回は老犬の兆候と病気、何歳から老化が始まるのか、老犬の最後について紹介したよ。今回は保護犬について紹介していくからぜひ聞いてほしいな。私も保護犬には幸せになってほしいよ。保護犬について詳しく紹介していくから楽しみにしててほしいな。保護犬について詳しく知って救われる保護犬が増えてほしいから、興味深く聞いているね。保護犬って今、日本でどれくらいいるの？保護犬は年々減少傾向にあるんだけど、残念ながら5635件もの犬が殺処分されているんだ。殺処分されてしまう保護犬はすごく多いんだね。そうなんだ。保護されて引き取られなかった犬の末路はガス室に入れられて殺処分されてしまうんだ。それって、すごく悲しいよね。どうして、保護犬が増えてしまうの？保護犬が増えてしまう原因は無責任な飼い主が飼育放棄してしまうことにあるんだよ。飼育放棄してしまう理由は仕事が忙しくなったからとか、引っ越しのためとかならまだマシな方の理由で、思ったよりお金がかかったとか、可愛くなくなったとか、大きくなりすぎて困ったからとか身勝手な理由もあるんだ。人間の身勝手な理由で保護犬が増えてしまっているんだね。本来であれば一度犬を飼ったら寿命を迎える最後まで面倒を見るのが当たり前なんだけど、それができていない人間も一定数いるみたいなんだ。私たちはママに飼われて一生懸命に面倒を見てくれるから、すごく幸せな人生を送っているけど、そうでない犬もいるってことだよね。でも飼育放棄されて保健所に引き取られた保護犬は全てが殺処分されるわけじゃないんだよ。そうなんだね。それを聞いてホッとしたよ。保健所で一定期間預かっている間に引き取り手が現れれば、保護犬は再び新しい人生を歩めるんだ。でも保健所で保護犬を預けられる期間は決まっていて、その間に引き取り手が現れなければ残念ながら殺処分されてしまうんだ。他にも病気や怪我を持っていたり危害を及ぼすと判断された保護犬は譲渡できないんだよ。確かに、狂犬病とか感染症とか持っていたり、噛みついてくる保護犬は引き取るのが怖いよね。そうなんだ。でも殺処分を少しでも減らすために日本でも様々な取り組みが行われているから紹介していくね。日本ではどんな取り組みが行われているの？まずは保護犬の譲渡会や触れ合い教室を通して里親や引き取り手を探す取り組みをしているんだよ。よく新聞とかにも載っているよね。最近は譲渡会や触れ合い教室の機会が増えてきていて、そういった機会を通して保護犬が引き取られることが多いんだ。私の散歩友達もママに引き取られる前に保護犬だったらしいんだけど、ママが譲渡会に来てくれたおかげで殺処分にならずに幸せに暮らしているって言ってたよ。保健所で殺処分を少しでも減らすために、そういった取り組みが日本でも行われているんだ。他にも飼育放棄しても飼い主がわかるように、犬を購入する際にマイクロチップを埋め込む取り組みもあるよ。マイクロチップを埋め込むと何かいいことがあるの？もし飼育放棄されたとしても、購入時にマイクロチップを埋め込むことによって、誰が飼い主で誰が飼育放棄したか一発でわかるシステムになっているんだ。それってすごく画期的だよね。飼育放棄したと思ってもマイクロチップによって飼い主が分かってしまうから、保健所行きは免れるんだよ。あとは殺処分されそうな犬を全頭引き取るなんてすごい取り組みもされているんだよ。お金がかかりそうだけどスケールが大きいね。ピースワンコジャパンという団体が2016年に広島県で殺処分されそうになった犬を全頭引き取りしたことが話題になったんだ。全頭引き取るために7万平方メートル以上の土地を用意して、犬舎施設やドッグラン、老犬用施設や診療所も完備したんだよ。すごいことだけど、病気や怪我をした保護犬も中にはいたんじゃない？引き取った犬はまずシェルター内にある検疫施設に入れて健康管理を数週間行って、必要な予防接種を行った後、マイクロチップを埋め込むんだ。すべての犬のカルテを作成して予防接種やワクチン、投薬歴などの情報を詳細に記録することで、すべての犬たちの健康管理に努めているらしいよ。それなら安心だね。その施設から保護犬を引き取ることはできるの？この団体はホームページで保
保護犬の里親募集も行っていて、施設を訪れれば触れ合ったり見学できるんだ。専門知識を持った団体が徹底的に健康管理しているから安心して里親として引き取ることができるね。でも、すべての里親に引き取られた保護犬が最初から幸せになれるとは限らないんだ。次は里親に引き取られた保護犬について詳しく紹介していくね。里親に引き取られたのに幸せな人生を送れないの？保護犬になるまでに前の持ち主に飼育放棄されたり、虐待されたり、野生化したりと様々な過程を経て保護犬になった経緯があるから、トラウマを抱えている保護犬も多いんだ。犬も人間と同じように繊細な生き物だもんね。人に触られること自体を怖がったり、人に噛みついたり吠えたりする保護犬もいるし、ゲージに閉じ込められた壮絶な過去からゲージに入れない子や、家とは違う環境である車で運ばれることを怖がったりする子もいるなど、様々なんだよ。与えられた心の傷は簡単には言えないよね。人間もトラウマが簡単に消えないように、犬も辛い目にあった過去を決して忘れないんだよ。楽しかった時のことを覚えているのは楽しいけど、辛いことを思い出すのは悲しくなるよ。新たな飼い主である里親に引き取られても、心の傷が癒えずに人に心を許さないこともあるんだ。そういう場合ってどうやって対処していけばいいの？里親が根気強く保護犬であった犬に歩み寄ることがとても大切なんだ。最初は人間を怖がって警戒しているけど、新しい飼い主である里親が危害を加えないことがわかると、徐々に心を許し始めて餌を食べるようになったり、少しずつ触られることも許すようになるんだ。最近動物番組とかでも引き取った保護犬に根気強く歩み寄っている様子が流れているよね。知恵家の言う通りで、長い時間をかけて根気強く心の距離を近づけていくことで新たな絆が生まれるんだよ。新しい飼い主が安心できる人間だと分かったら、そこから保護犬はゆっくりと過ごせそうだね。保護犬の第二の人生が始まる瞬間だよね。最後は保護犬を増やさないようにみんなにお願いしたいことをお伝えするよ。どんなことを守ればいいの？まずは一度犬を飼ったら寿命を迎えるその時まできちんと責任を持って飼うことだよ。それってすごく当たり前に思えるけど難しいことでもあるよね。犬も人間と一緒で一つの大切な命だから、幸せな人生を送れる手助けをしてほしいな。私も好みもママに飼われてからすごく幸せな毎日を過ごしているよ。それと保護犬を見つけたらどうか救いの手を差し伸べてほしいんだ。どんなことをすればいいの？保健所に保護犬を連れて行くだけじゃなくて、もし可能だったら自分が引き取り手になったり、知り合いに引き取り手がいないか頑張って探してほしいな。引き取り手がいれば保護犬は保健所で殺処分されなくて済むもんね。あとは犬を飼う前に正しい知識を身につけてから犬を飼ってほしいんだ。正しい知識ってどんな知識なの？成長したらどれくらいの大きさになるのか、飼育する上でどれくらいお金がかかるのか、引っ越して飼育放棄する可能性はないか、思っていたのとは違うことがないかなど、犬を飼育する前にきちんと調べることで、先ほど紹介したような飼育放棄の原因をなくせるんだよ。正しい知識を身につけることで飼育放棄は減らせるんだね。最後に守ってほしいのは、犬を飼いたいと思ったらペットショップではなくて、なるべく保護犬を飼ってほしいな。ペットショップの方が可愛い犬がいそうだよ。確かにそうなんだけど、保護犬の譲渡会や触れ合い会を通して保護犬を引き取ることで保護犬の行き場を作ってあげてほしいな。それに保護犬の譲渡会や触れ合い会はきちんと健康管理を終えた上で開催していることが多いから安全なんだよ。それに保護犬は購入金額がお手頃な価格か無料で引き取れることが多いから飼い始めやすいんだ。保護犬の行き場を作ってあげることはすごく大切だもんね。好みがお願いしてくれたことを私も守るし、この動画を見てくれた人にも守ってほしいな。私が紹介したことを守ってくれるだけで保護犬は減らせることになるから、ぜひ今後とも守っていってほしいな。今回は保護犬について詳しく紹介してきたよ。保護犬についてよく分かった。保護犬の現状や取り組みを知ることができてよかったよ。もし犬を飼うことがあるのであれば、飼う前にきちんとした知識を知った上で飼育放棄しないように飼ってくれたら、殺処分される悲しい保護犬が減るから、そうしてほしいな。私からも飼育放棄されて殺処分される保護犬が少しでも少なくなることを切に願うよ。
この動画では他にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。この動画を見て新たな情報や感想があったら気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。この動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいな。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。